皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。元気ですか？はい。今日は皆さんと話したい日本の社会問題、日本の社会課題があります。はい。それはフードロスについてです。フードロスってわかりますか？食べ物を無駄にすることです。はい。皆さんの国ではフードロスは多いですか？日本は実はフードロスがとても多い国です。世界の中でワースト14位ぐらいらしいです。で、日本で年間にロスされている食品の量は約500万トンぐらいって言われていて、500万トンって多すぎてどれくらいかわからないんですが、だいたい日本人一人一人がこれぐらいのお茶碗に一杯を毎日捨てているぐらいらしいです。なんかもっと捨ててそうなイメージがありますが、それぐらいで500万トン。で、だいたい半分ぐらいが家庭で出る、家で出るロス。そして残りの半分ぐらいが他のお店とかレストラン、スーパーとかコンビニとか、そういう事業者って呼ばれる人たちが出すロスらしいです。はい。私はね、ずっと日本に住んでいた時も、日本って本当に食べ物よく捨てるよな、もったいないよなって思う機会がとても多かったです。例えば、学生時代私はずっと、レストランとか、飲食店で働いていたんですよ。アルバイトでね。そう。で、アルバイトをしていたレストランは、よく、飲み会があるレストランだったので、飲み会が終わった後、片付けに入ったら、もうたくさんの料理が残っていて、で、それを、全部ね、片付けながらゴミ箱に捨てていた記憶があります。もったいないって思うけど、当然それを食べるわけにもいかないので、全部捨てていました。他にも、コンビニで働いていた友達とかから、たくさんコンビニのお弁当って余るんだけど、絶対持って帰れなくて、全部捨ててるんだよね、とかいう話を聞いたりして、なんてもったいないのって思っていました。皆さんは日常でそうやって食品が無駄になっているなって思うことはありますか？で、今日は日本でこの食品ロスに、フードロスに対してどういうふうな考え方で、どういうふうな取り組みが行われているのかっていうのについて話をしたいと思います。で、この日本でフードロスっていう、考え方、フードロス自体に焦点が当たって、みんなが問題だって思い出したのは結構最近です。この10年ぐらいかな ?5 年ぐらいかなで、日本人のこのフードロスに対する意識っていうのはかなり変わってきたように思います。世界中でもそうなのかな。やっぱりフードロスは良くないっていう傾向になってきていますよね。これまではもう本当にたくさん作って、たくさん並べて、で、無駄になったら捨てるっていう結構スタイルのお店が多かったように思うんですが、やっぱりそれは良くないよねっていうふうにニュースとかテレビ番組を通してよくね、耳にする機会が増えました。
具体的にどういう取り組みがされているかっていうと、フードバンクって言って、賞味期限が近い食品だったり、作っている過程でパッケージに傷が入ってしまったり、プリントしている絵とか字にちょっとミスがあったり、まだ全然安全に食べれるんだけど、もう普通にしてたら捨てられてしまうような食べ物を寄付とかで集めて、で、それを必要な人に届けるっていう仕組みがあります。そのフードバンクっていうのを運営している会社がいくつかあります。とかね、農家さんが作る野菜って日本で買えるものは全部すごく綺麗なんですよ。で、虫もついていなくて、キラキラしててね、形も揃っていて、っていう野菜がすごく多いんですけど、もちろん自然相手のお仕事なので、傷が入ったり、虫に食べられたりすることもよくありますよね。で、それを、廃棄される前に、どこかの会社が集めて、それをB 級品っていう形で売ったりとか、もしくは会社を通さなくても、もう今 SNS がすごく活発ですから、みんな自分でね、消費者に呼びかけて買ってくださいって言って、消費者と生産者がつながれるようなケースもいっぱいあります。ね、こうやって、みんなでもう無駄になる食品が減るように努力していくことはとても大切だなと思います。はい。で、私がね、今パラグアイに住んでいるんですけど、特に日本が変わるべき、絶対変わってほしいって思うことがあります。それは、飲食店での食べ残しを持って帰るっていうことです。はい。多分ね、多くの国の人からしたら、当たり前じゃないって思うと思うんですよ。でもね、日本は、例えばレストランで、何か頼んで、半分食べれなくて残ったとしても、それを持って帰ることができないんですよ。持って帰りたくても持って帰れませんって言われるんですよ。で、これは日本のいいところでもあるんですが、食品の安全、食品の衛生面に対しての意識がものすごく高い。食中毒がみんな怖いんですよ。で、食中毒がもし起きてしまうと、その食品の安全を管理している保健所っていうところが調査に来て、で、最悪の場合、そのお店をね、閉店しないといけないようになります。潰れてしまう。なので、飲食店からすると、その食べて残したもの、もうお箸とかスプーンがついて、もうちょっと雑菌が繁殖しやすいようになった食べ物をお客さんに持って帰らせるのは危険だと思っているんです。わざわざそのリスクを冒してまで店側はお客さんに残したものを持って帰ってほしくないんですよね。で、そういうお店が本当に多いので、私ももうできるだけ残さないようにお腹いっぱいになるまで食べたり、もしくはちょっと少なめに頼んだりします。とか、ご飯が、お茶碗一杯来たら困るから、ご飯半分にしてくださいって頼んだこともあります。でも、もうね、本当に忙しいお店とかだと、ご飯を半分にしてくださいって言っても、もう残してくれたらいいんでって言われることがね、多いんですよね。誰に半分にして、誰に半分にしないかって、
忙しいともう大変じゃないですか。考えて、あの人、半分の人だよとかいうのを店員さん同士でコミュニケーション取るのがね、やっぱ大変だから、そういう対応をしてもらえないことも多いですね。うん。でもね、これは結構海外では持って帰るのが当たり前だし、日本でもこの持ち帰りをもっとしていこうよっていう動きが出てきています。ドギーバッグっていうらしいですね。なんかアメリカから来た言葉で、ドギーバッグっていうと、犬のための袋。もともとは、残ったものを、家に持って帰って犬に食べさせるから持って帰らせてよっていう建前で、持って帰らせてもらって、でも実際は自分たちの自己責任で食べ物が傷んでいるか傷んでいないかは自分たちの目で見て確認して家で食べますっていうのが、元々のそのドギーバッグの始まりだったみたいなんですが、日本でもそのドギーバッグをもっと導入していこう、もっと促進していこうっていう流れが来ています。はい。本当にいいことですよね。本当にいいことだと思います。私が今パラグアイでレストランに行くと、基本的にちょっと多めに頼んで、もうね、最初からもう持って帰るように詰めて、で、置いておいて、で、残った分を食べるみたいな感じにするぐらい、もう当たり前にね、持って帰っています。ぜひぜひこの取り組みが日本で定着して、日本でも当たり前に持って帰れるようになってくれたら嬉しいなと思います。やっぱもうね、こうやって、自分の目を見て、匂いを嗅いで食べれるか食べれないかって判断できるから、人間だからって思います。はい。皆さんは、このフードロスについてどういう考え方ですか？皆さんの国では、このフードロスの問題について何か取り組みがされていますか？法律があったりしますか？ぜひ、コメントで教えてください。はい。今日はね、ちょっと社会問題っていう難しい話ではあったんですが、できるだけ簡単に話をしてみました。こういう動画がね、面白いなと思ってくれた方は、ぜひ高評価を押して、チャンネル登録もしてくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。